はい、セッティング完了しました。今日の車中泊でこの新たに DIY した設備走行して問題ないかチェックします。ここの棚以外にもこのテーブルなんですけど、こちらをこの一枚板のテーブルに変えたいと思います。こちらはヤフオクで2000円でゲットしました。ニスとか塗りたいんで車中泊帰ってきてから作りたいと思います。インディでは初めてなんですけど、このテレビですね、今回こちらも持って行って雪の中でテレビも楽しみます。というのもですね、ここにフックみたいなつけてます。でこれを屋根周辺にあるここにかけます。これがね結構強度あります。もうぐるっとあるんですけど、どこでもかけられることが分かりました。ここでもいけるし、ここでもいけます。それでは出発します。帰ってきてから一枚板の DIY するんですけど、それと別に ECU チューンもしたいと思います。やってくれる業者さんが見つかりました。どのぐらいパワーアップするか楽しみですね。ECU っていうのはコンピューターのようなものらしいんですけど、簡単に取り外しができて ECU を送るだけでパワーアップしてくれるそうです。いろいろ DIY してるには訳があります。この車で北海道行く可能性が出てきたのです。なので極寒長期旅仕様に仕上げていっています。いわば今回はもう北海道行く最終チェック用の車中泊になります。もう前夜祭車中泊という感じですね。自分が使いやすいようにブラッシュアップして北海道に行きたいと思います。
やっぱりこの軽キャブコンのスペース、全て手に届く空間、そして狭すぎない、一人旅には一番いいサイズ感ですね。このインディで久々にガス使ったんですけど、ここの天井がすごく熱くなっていました。いつもは IH なんで気にならなかったんですけど、この器がシェラカップなんでちっちゃいんですよね。なので火がちょっと逃げちゃって上に行ってるような感じでした。このフライパンだったら面積広いんで火が上に行かないかなと思います。ちょっと後で確かめてみます。で、二酸化炭素濃度がぐんぐん下がってきても今 800ppm ですね。結構二酸化炭素濃度が高かったらなんかだるかったりとかぼーっとしたりします。でも濃度が下がってくるとすごいなんかすっきりしたような、快適になんかやる気が起きるような感じの車内になります。で、インディ727は FF ヒーターがついてるんで、ずっと暖房は FF ヒーターなんですけど、結構これうるさいんですよね。今一番弱で使用しています。今メモリにいいですね。このマックスにすると5って言います。この静寂な雪の中で静かに過ごしたい時はちょっと雰囲気が台無しになるような、そんな感じもします。自分の場合は動画とか撮ってますんでかなりノイズが入ります。なので今日はこの前段ですよね、こちらも併用してみます。一旦部屋が温まると前段に切り替えて、こちらで暖を取って温まります。軽キャブコンは断熱性がいいので、この小さい暖房でもある程度温まってくれると思います。今日は試してみます。今現在車内は23度、ただ湿度は33度とカラッカラです。FF ヒーターほんと乾燥するんですよね。効果は少し低いんですけど、気化式の加湿器使用して乾燥対策しておきます。こんな感じで下の水をこの紙が吸って、でこれで加湿してくれます。いろんな水蒸気試したんですけど、やっぱりですね、超音波式はミネラルとかをまき散らすんで機械に良くないということでした。そして加熱式はかなり電気を使用します。効果は薄いんですけど、この紙の気化式の加湿器が一番キャンピングカーに合ってるんかなと思いました。さあ、そして新しく設置したこの台の収納なんですけど、走行して問題ありませんでした。良かったです。ここの板なんですけど、厚さ1センチぐらいの薄めの板置いてます。で、このメラニン化粧板っていうんですかね、ツルツルして防水性があります。こちらはビス止めせずに滑らないシートみたいなのを間に挟んで置いています。で、これで動きませんでした。この端とかもですね、結構ぴったし作ってますんで、もう動きようがないと思います。で、あとはこの板にですね、こんな感じで端材のキーを置いて、でここで L 字アングルなどでビス止めして固定しています。なんでここにはビス止めしてますが、このキー、ここですね、インディにはビス止めしていません。調理するとき毎回出しているこの火消しスプレーやお水、ケトル、この辺をもうずっと出しておきます。そしてフライパンもよく使いますんで、ここのマジックテープを外してこう上に引っ張ると取れるようにしました。軽キャンピングカーは場所が狭いんで、荷物何か出したりとか調理器具出すと絶対しまわないといけないんですよね。で、結構手間が多いんで、よく使うもんだけも出しておきました。これでかなりストレスが減ると思います。前まではね、ここに突っ張り棒を立てて、でここに有効ボードを貼って、でフライパンとか止めてたんですけど、リアはね結構振動が大きいみたいでよく取れてました。こっちがですね、こんな感じでやってました。突っ張り棒をやって、で有効ボードを結束バンドでつけて見せる収納ですね。こんな感じでリアもしてましたが、ここの上はね、木じゃなくてなんかこういった布みたいな感じのちょっと柔らかめなんですよね。なんで結構振動で伸び縮みして外れていました。こういったタイプの軽キャブコンですね。こういうのは DIY がしにくいなと思いました。というのもですね、壁がですね、一番最初内側が合板、ちょっと薄めですね。薄めの合板があって、その次が断熱材で外のボディ、アルミとかですねになりますんで、ビスが効かないんですよね。売ってもある程度効くんですけど、やっぱり弱いんですよね。合板にビスを売ってるような感じになります。ですぐ断熱材と外の壁なんで、断熱材はもう全く強度ありません。万が一外の壁に行ってしまうともう穴開いて大変なことになりそうです。でもこんな感じでところどころビスで固定してるところあります。で、なんか聞くところによるとですね、なんか中に木が入っているような、そんなことを聞きました。ただ自分はですね、どこに入ってるかわかんないんで、もう直接ビスを打つのをやめてる状態です。なんか設計図みたいなのあったら一番いいんですけどね。現在前の運転席と助手席の窓1センチぐらい開けてます。結露対策で空気の流れ作って窓の結露を減らす作戦です。その時に電動パワーウィンドウをつけるためにキーを回したんですけど、ワイパーウィーンって動いちゃいました。でよく考えるとワイパー自分立ててませんでした。あと輪止めもしてなかったんで、今パッてやってきます。
雪積もってきましたね。はい。うわー、すごいな。これは積もりそうですね。なんか急に一気にドッときた感じですね。これ大雪警報とか出てそうですね。天気予報チェックしてみます。いや、毎段結構あったかいですよ。今現在車内が20度です。ちょうどいいですね。これ以上あったかくなってくると結露しやすくなっていきます。できれば19度ぐらいに抑えておきたいです。軽バンでこの毎段使った時はそんなにあったかくならないんですけど、やっぱり結構冷えが強いんですよね。でもこの軽キャブコンだと断熱が強いんでかなりあったかくなります。このボディの違いがどんだけ重要かっていうのがよくわかります。ただこのカセットガス暖房の弱点は二酸化炭素がめちゃくちゃ出るんですよね。今 3200ppm なんですけど、最初つけた時に 4000ppm まで上がりました。なので窓開けてるのとプラス換気扇も回しました。現在運転席、助手席窓1センチとこのサイドの窓少しとリアの窓も少し開けて換気扇回しています。そのおかげもあって湿度は 42% と上がっています。雪降ってますんでかなり湿度は高いです。で、このカセットガスストーブ、なんで二酸化炭素濃度上がるか AI に聞いてみると、火を燃やしてるんで二酸化炭素はかなり出るようです。人間が出す二酸化炭素よりも多いので、あったかいんですが、窓を開けとかないとダメですね。一酸化炭素は死に直結するので、かなり気にしていましたが、カセットガスストーブ、二酸化炭素こんなに出すとは思っていませんでした。となると FF ヒーターが一番いいですね。ただ結構うるさいんで、静かな FF ヒーターがあれば一番いいなと思いました。このカセットガスストーブ、毎段はかなり静かなんで、自分は結構好きです。現在マイナス2度とか3度ぐらいなんで、北海道のようなマイナス2桁ですよね。そのぐらい下がっても換気しながら車内温めてくれるのか気になります。今回のご飯なんですけど、インスタントラーメンとかこういったうどんですね、たくさん持ってきました。で、いろいろアレンジして美味しくしたいと思っています。で、来る途中スーパーで買った野菜やこの半額のシーフードなど買ってきました。で、最近ハマっているこのとろみちゃんですね。振りかけるだけでとろみができる魔法のような片栗粉なんですけど、これを使ってどん兵衛を
あんかけ焼きどん兵衛にしたいと思います。熱々のどん兵衛が完成しました。美味しそうです。それではいただきます。うわ、これサクサクして美味しい。片面だけカリカリに焼いたんですけど、逆にそれが良かったです。表面カリカリ、なんかふわふわのどん兵衛の麺にどん兵衛の出汁の効いた濃厚なあんがよく絡んで美味しいです。ごま油でエビも炒めたんで、もうプリプリで香ばしくてめちゃくちゃ美味しいです。あ、お揚げさんの甘い汁がじゅわっと広がります。これ食べてどん兵衛っていうのを思い出しますね。ごちそうさまでした。美味しかったです。ちょうど前段切れました。4時間いったかいかないかなぐらいで切れました。公式にもだいたい3時間50分で切れると書いてあったんで、ちょうどといった感じでした。切るとすぐに車内が冷えてきましたんで、もうすぐに今エアヒーターつけました。前段が切れると一気に二酸化炭素濃度が下がってきました。 674ppm まで今下がっています。ちなみにもう一個あったかい風なんていうのがあるんですけど、それはあったかい風がたくさん出ます。そっち側は約 2.5 時間で切れるということです。なので前段の方がやっぱり長時間使えますね。どん兵衛のあんかけ焼きそばは他のインスタントラーメンでも応用できますんで、醤油ラーメンやチキンラーメン、味噌ラーメンとかでも美味しそうです。でこんな感じで比較的汁が残りにくいので、キャンピングカーなどの車中飯にも合ってますね。フライパンとお皿は汚れてないんですけど、こういったヘラ汚れてますんで、この激落ちくんアルカリ電解水こちらかけて腕ティッシュできれいにしていきます。
さあ、それでは外の様子どうでしょうか。結構雪積もってそうですね。トイレ行ってくるついでに見てきます。で、後ろの F ヒーターですね、そこの排気が雪で埋まってないかもチェックしておきます。で、テレビをここに置いたんですけど、そんなに入り口塞いでないんで出れると思いますが、雪が結構かかっちゃいそうなんで、こっち側に移動しておきます。はい、ぴったりですね。ここもいいですね。換気扇のファンにちょっとかぶってるんですけど、隙間もありますんで大丈夫だと思います。で、窓を開けることも大丈夫ですね。これコンロのけたらいけます。窓は開きます。こっちだったら寝転びながら首も横にしなくていけるんで、かなり良さそうですね。寝る前に癒しの映像を見ながら過ごすのもいいかもしれません。はい、防寒対策バッチリです。どうでしょうか。あれ、ドアが、あれ、ここまで来てる。もうドア開かないぐらい積もってます。これちょっと雪かきした方がいいですね。明日の朝この前まで来てそうです。ここ台あったんですけど、もう全く見えません。わあ、すごいな。すっごいな。これ足一回入れてみますね。どうなるんやろ。おお、膝ですね。レッグカバーってよかったです。すごいな。タイヤももう半分以上埋まってますね。で、車体下は開いてるんですけど、結構隙間がなくなってきています。うわ、これ前なんですけど、ナンバープレートもちろん見えないんですけど、さらにそれ以上来ています。そしてフロントウィンドウはもう何の車か分かんなくなっています。でね、屋根がね、結構ね、暖房であったかくなって溶けて、それが氷になってるのがよく分かります。連なってますね。一旦ちょっとスコープ取って除雪します。F ヒーターのちょっと排気口を見てみます。ここなんですけど、これですね。まだ大丈夫です。ちょっとこの辺取っときます。明日の朝また積もってそうですね。雪はね、もうすっごい軽いですね。サラサラパウダースノーです。ようやく土が見えました。マフラーのところも抜けてきました。ここのドアのところもですね、明日開くように少し雪抜けてきます。台が見えないですね。ありました。さあ、これでドアは開くと思います。ここも溶けたやつが凍って連なっています。うわ、これすごいな。やっぱ屋根がね、すごいあったかくなってるんですよ、暖房で。で、それが溶けてこんな感じのつららになっています。すごいな。富山県はいつも雪が重くて、もうすごい大変なんですけど、かなり気温が低いんで、もう今日はサラサラです。めちゃくちゃ軽いですね。なんか長野県とか白馬とかですね、そんなところや北海道のような雪質です。さらに激しくなってきました。ちょっと体も冷えてきたんで、もう車内戻ります。もうキャンプ場の方が道など除雪していました。今日は本当キャンプ場で車中泊してよかったです。最近富山県も雪が少なくて年々なんか減ってると聞いていたんですが、久々に富山県の本気の雪という感じですね。
この湯たんぽはちっちゃいんで一晩持たないと思うんですけど、今 FF ヒーター切ってるんですけど、シラフ内はもうポカポカです。明日の朝方の最低気温はマイナス6度まで下がるようです。カセットガスコンロなど明日の朝ガスボンベが氷点下以下になって使えなくなる可能性ありますが、 FF ヒーターありますんで、寒かったら暖房つけて車内が温まればカセットガスコンロも使えると思います。さあ明日はどのぐらい積もってるんでしょうか。それではおやすみなさい。寝すぎてもう12時前です。なんかシュラフがすごいあったかくてですね、包まれてる感じですごい寝ちゃいました。キャンプ場の予約5時までにしといてよかったです。今日の朝方、車内はマイナス 9.1 度まで下がったようです。やっぱりこうやって全部の窓少し開けて換気扇も回してますんで、車内は冷えて氷点下になっちゃったようです。シュラフの吸盤剥がれちゃいましたね。その代わり窓は全く結露していません。こっちがどうでしょうか。全くしないですね。成功です。二酸化炭素濃度も現在 770ppm とかなり低いです。一回全部締め切って寝たことあるんですけど、朝起きたら 5000ppm でした。なのでやっぱり車内寒くなるんですけど、窓開けて寝た方が車にとって良さそうです。そして自分はこのシュラフであったかくすればぐっすり眠れることが分かったんで、このスタイルがいいかもしれません。寒すぎて FF ヒーターつけちゃったんですけど、排気口いけるかここから見ておきます。なんかつららが落ちてきた。うわ、またすごい積もってる。でもやっぱり昨日除雪した分良かったですね。そこからさらに20センチぐらいですかね、積もっています。車の後ろの排気口、マフラーらへん、FF ヒーターらへん大丈夫ですね。超ドカ雪の日は夜中に一旦排気口あたりの除雪大切ですね。ちょっとこの上のここ危ないですね。出るときにつららが頭に刺さっちゃいます。取っときます。
この静かな暖房、毎暖とすぐに調理のできるシステム、換気扇、そしてテレビモニターと常設ベッド、これキャブコンより快適かもしれません。一人だったらもうこれでいいですよね。あとは車内にトイレがあれば完璧です。一応自分は緊急用にここにトイレ入れてます。ただ今はもうほとんどゴミ箱になっています。この空間にさらに長さですね、60センチぐらいですかね、あればちっちゃいトイレ置けます。なんかマルチルームあれば最高ですよね。そんなキャンピングカーが一人使いではどこでも行けて自分には合ってるのかなと思いました。さあそれでは着替えて雪下ろししてから朝食いただきます。この景色の中で見る朝食最高でしょうね。ここがね、除雪しないところなんですけど、一旦足入れてみますね。おー、これはすごい。このレッグカバー、ここまで来ないかなと思ったんですけど、来ますね、雪。この屋根、すごいですね。もうね、なんですか、こっからこっちが出てるんですよね。ここが壁なんですけど、もう20センチぐらい、こっち側にせり出してます。これね、前なんですけど、こんなことあるんですね。ここ、上が、このバンクの影になっていて雪積もってないんですけど、そこからですねせり上がってもう手のひら2個分ぐらい前に積もっています。バンクの部分はこの氷の上に雪が積もっちゃって、こんな感じでもう家の屋根のようにせり出しています。雪質はねサラサラなんですけど、さすがにこんだけ雪だったら前出せないんで、ここも除雪しないとダメですね。でナンバープレートがもう完全に隠れてしまっています。これどっから行きましょうか。一旦ちょっと見えるとこだけやっていきます。歩くのも結構足取られます。昨日風向きこっち側だったみたいで、もうこの辺はもうタイヤ見えないですね。あ、でもやっぱり軽いですね。雪質はほんとサラサラです。さあタイヤが見えました。なんかこれ昨日自分が落としたっぽい手袋ですね、見つかりました。一旦上の方から落としていきます。脚立干しですね。これで屋根の上の方結構取れますね。前の方は雪が溜まってますんで、ワイパー折れちゃう可能性あるんで慎重に行きます。こっちに引きましょう。このソーラーパネルの上はツルツルなんで、すごい雪が落ちやすいですね。で上の方も結構ね熱で溶けていたと思ったんですけど、ソーラーパネルのとこは全然溶けて氷になってません。ということは熱がソーラーパネルにあまり伝わってなかったっぽいですね。この端のシェルのとこは結構氷になっていました。さあリアはどうでしょうか。リアもかなり積もってますね。おお、こんなに乗ってたか、すごいな。はい、こちら半分だけ下ろしたんですけど、こんなに傘あったんですね。こことここ全然違います。はい、じゃあフロントウィンドウも下ろしていきます。これワイパー上げてなかったらもう絶対曲がってますね。これ上げててもなんか曲がってそうですね。なんかもういろいろ気を使っていたら終わらない感じもしたんで、もうどんどん気にせずもう下ろしていきます。
はい、屋根の雪きれいに下ろし終わりました。あとはこのタイヤ周りですね。でも雪がそんなに重くないんで、もう軽く払ったら動けると思います。問題は前ですね。これはもう除雪した方がいいですね。で、ここまできれいに除雪されてますんで、このルートも踏んで圧雪します。はい、道が圧雪で作ることができました。こう流れていけば帰れます。いや、いい運動になりました。めちゃくちゃ暑くても今も焼けて T シャツです。なんかすごい気持ちいいですね。体は暑いんですけど空気が冷たくて誰もいない森の中、すごい生きてるのを実感しています。忘れないうちに輪止め取っときます。こうやって見てももう結露が全くないのが分かります。これ前はどうでしょうか。あ、前はちょっとしてますね。でもなんかすぐ取れそうなぐらいの量です。運転席側はもう全然しないですね。体を動かしたらお腹空いたんで車内でご飯いただきます。このレッグカバーのおかげでこんなに雪深くても靴の中は雪が入ってません。あ、キャンプ場の除雪車が道を作ってくれてます。ありがとうございます。今日ね、誰も行けないんですよね、実は。なんでもうここ開けてこのまま開放的に朝ごはん食べたいと思います。この状態で前段つけとけば足元あったかくて、で外が寒いというなんか露天風呂のような感じになって気持ちいいんじゃないかなと思います。雪入ってくるんで網戸だけ閉めてみます。それでは昼朝食兼用のご飯いただきます。で、今回はですね、このチキンラーメン、こちらを使ってチキンラーメンのウインナーロールをいただきます。その前にちょっとさすがに前段でこれドア開けてたら寒いですね。一旦このダウンジャケット着てみます。あ、というかですね、なんか気化できてないですね。ちょっと弱くなってきました。なんでちょっと寒さですね、氷点下なんでガスが普通のタイプなんで弱くなってるんかなと思います。ちょっと残念ですが閉めておきます。なんかドアが閉まりにくいなと思ったらここに氷ができてました。ボールのとこですね。で閉まらなくなってました。ちょっとまだしっかり閉まらないんで後でご飯食べた後氷除去します。やっぱり日中も氷点下の世界になっていると何が起きるか分かんないですね。
作っといて言うのもあれなんですが、どんな味なんでしょうか。それではいただきます。中のチーズがね、麺にとろけてラーメンなんですけど、パスタのようなイタリアンの料理になりました。魚肉ソーセージなんで罪悪感も少ないのがいいですね。美味しいですね。というか合いますね。チキンラーメン結構濃いんですけど、野菜炒めにするとちょうどいい塩梅になります。これはおつまみでもいけますね。ごちそうさまでした。美味しかったです。自分うっかりしていて、フライパンアルミホイル敷かずにそのまま焼いちゃいました。なんでこれ洗わないとダメですね。お皿の方は汚れてません。フライパンだけアルコールウエットティッシュで汚れ取れます。一旦借りて汚れ拭き取りました。これ家帰ってからね、また綺麗にします。で、最近ですね、ガレージで温水使えるようになりました。電気式の温水器手洗い用に設置しました。なんで片付けるとき車降りてすぐ洗い物できます。この気化式の加湿器なんですけど、水満タンまで入れたんですけど、結構なくなっています。ある程度水分が蒸発して加湿に役立っていたっていうのが分かりました。はい、片付け完了しました。あとはテレビだけですね。ちょっとまた増えましたね。これ10センチ近く増えています。この上の傘やったら4区なんでいけるかなと思います。ここのドアのモールのこれですね。これがあってドアが閉まらなくなりました。なんとか閉まりましたね。さあエンジンかけます。いけました。フロントはやっぱりなんか濡れちゃってますね。こっちがサイドはいけます。結露していません。こっち側も大丈夫ですね。さっき除雪車来てたんですけど、もう雪が見えなくなってきてます。すごい量です。これ帰りも気をつけないとダメですね。逆にこんだけ積もってくれていたら路面滑りにくいんで安心なんですが、ゆっくり行きます。もうこういう時本当にこのインディの四駆が心強いですね。ベース車はハイゼットトラックなんで、このアクロは本当強いです。ただ遅いのが難点なんですけど。すごい雪でしたが、無事ガレージに戻ってきました。水だけで洗車しました。道路に巻かれている融雪剤塩化カルシウムを洗い流しました。片付けして北海道へ向けてブラッシュアップさせていきます。まだインディーで行くとは決まってないんですけど、行くことになった場合を想定して準備しておきます。洗い物だけパパッと終わらしますね。前までガレージには水しか出なかったんですけど、温水出るようになりました。この下に電気の小型温水器があります。あったかいです。こうやって車中泊から帰ってきて
洗い物ある場合はもうすぐに洗えるんでかなり便利になりました。でパワーアップでまずやりたいのがこの ECU チューンです。コンピューターを書き換えてもらって馬力をアップさせます。これ運転席の下なんですけど、これが ECU になります。これを取り外してメーカーさんに送ってで書き換えてもらってまた装着したらパワーアップ完了になります。はい、取れました。このネジ2本で止まっていました。はい、そしてさらにこのビスを外すと ECU が取れました。じゃあこれメーカーさんに送ります。どのぐらいパワーアップするのか楽しみです。ECU のチューニング送ってメーカーさんから帰ってくるまで 2,3 日かかるようなんで、その間にこのテーブルですよね。こちらをこの用意していた耳付きの一枚板に変えます。加工してニス塗ってテーブルの足などつけていきます。はい、取り付けました。やっぱり一枚板いいですね。キャンピングカーの雰囲気がぐっと変わります。これは長期旅も楽しみです。さあ、そしてここなんですけど、ラップなど収納するこのボックス、ベニヤ板をボンドで接着して作りました。で、余っていたリメイクシートを貼りました。裏はこんな感じで剥き出しです。で、ここに取り付けたいんですけど、ここ壁ベニヤなんですよね。で、断熱材なんであまりビスを開けたくありません。今チャット GPT に聞いたら、この両面テープ貼ってで変成シリコン何点かつければこのぐらいの重さだったら取れないそうです。両面テープと変成シリコンでも面で接着することによりかなり強度上がるそうです。一回やってみます。はい、取り付け完了しました。なんかチャット GPT が強度がやっぱり不安なんで、この L 字の下の支えですね、こちら追加してくださいってことなんで、こちらも追加しました。これも両面テープと変成シリコンで壁紙に接着しています。このまま24時間放置したら固まるそうなんで、その後はもうラップとか積んでも大丈夫なようです。これで落ちないぐらい強度出てくれたらいいんですけどね。それでは車に取り付けます。はい、取り付け完了しました。はい、30分ほど走ってまいりました。エンジンも調子よく問題なかったです。なんかですね、走り出し一足入れた時に進む力が前より速かったです。なんか全体的にパワーが上がった気がします。フラッシーボ効果の可能性もありますが、今度の長期旅で体感したいと思います。はい、今ちょうどですね、車屋さんから電話あって、今修理に出してるマイクロバカンチェス、軽バンの方もう治るそうです。なので北海道はこのインディ727かマイクロバカンチェスどちらでも行けそうです。出発までまだ時間ありますんで、どちらで行くかゆっくり考えたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。